始まりました。都市と写真。今日は大阪道頓堀に来ています。僕は以前から写真は視点、スナップは視点ということをよく言っています。それをどう練習するのかと聞かれたら、まずは物をそのものとして撮らないことを意識してみましょうと答えます。目の前を流れるのが道頓堀川。以前汚い川と紹介してしまったのですが、調べてみると都市部を流れる川ではかなり水質の良い川らしいです。この川に映り込む建物の反射を撮ってみます。はい、こんな感じ。撮った後に少しコントラストを足してやると、こんな感じでちょっとペイントチックな絵が出てきます。面白いですよね。拡大すると分かります。ビルが映り込んでいて、この辺には看板の漢字が映ってますよね。こういうのは撮るのに技術はいらなくて、ただ気づくかがどうか。スナップって結局はそれなんですよね。気づくかどうか。言われたら誰でも撮れる写真なんですけど、だけどこれまで道頓堀でこれを撮ってるのは僕が知る限り見たことないです。もう一日何万人という人が訪れるこの場所で見逃されているものなんですよね。なぜなら普通の人はまず水面を見ても、ああ川だなで終わってしまって、その水面の映り込みまでまじまじと観察しないからです。あとビルが映ってると言っても、ビルそのものが映っているわけじゃない。波によって歪められた抽象的な像なので、それが面白いと感じることがないからかもしれません。と言っている間に2枚目が撮れました。スナップはまず発見する楽しさですね、僕の場合。それは珍しいものを撮ろうとするのではないです。奇抜なものを撮ることでもないです。みんながなんとなく目にしているもの、だけどちゃんと見てないもの、それを発見する楽しさです。それをどう練習するか。意識としては名前のついたものを撮らないってことです。これは川です。これはビールです。これは花です。そういうふうに名前のついた被写体を撮らないようにすることでしょうか。逆に名前がついていないものを見る。名前から離れて見る。ということです。名前から離れた時に見るものは形だったり光と影だったりするんですけど、まずは名前から離れて見るっていうのを意識するのがいいのかなと思います。だから極端な話、道端の落書きの一部を撮ってもいいんです。抽象絵画のような写真になりました。一部を切り取ることで元の意味から離れて別の意味が生まれるような、そんな感覚があります。こういう古い壁、剥がれた壁も撮ります。形が面白いですね。知らずにこの写真をだけ見たら何これってなります。地味な写真なんですけど、スナップはこういう地味なのをずっと重ねてった先にあるその人のものの見方を楽しむものなので、こういう地味なやつで十分です。さっきの青いやつと並べて重力、新しい名前を付けることもできます。実際には重力そのものを取ったわけじゃないんですけど、こうやって2枚を並べて名前を付けると、ただの壁、ただの落書きだった写真に別の見方が生まれます。この例はコンセプトと写真の例がありきたりでまだまだですが、こういう路線で写真集や寺院を作っていくのも一つの楽しみ方だと思います。派手な写真を1枚バーンと見せるやり方もありますが、こういう地味な写真を並べていくやり方もあります。形を取るという意味ではひび割れもおすすめです。風雨にさらされた古い看板や柱を見ると、表面の塗装にひび割れができています。
この形を取る。ここにもひび割れ。ひび割れは大阪のような大都市でなくてもどこでもあります。いや、そんなにないよって思うでしょう。あるんです。試しに明日いつも通る道でひび割れだけ探して歩いてみてください。きっと一つか二つあります。これも最初に言ったなんとなく見ていて見逃しているものの一つです。横断歩道の白線もその対象です。横断歩道と分かってみれば何でもない写真ですけど、写真にしてこの形状をまじまじと見ると自然の造形美にもつながるような、そんな印象を受けます。ひび割れはもともとの被写体の意味から逃れるための一つの方法です。スナップというとつい道端の花を撮ってしまう、奇抜な銅像を撮ってしまう、そういう人はまずひび割れを撮ってみましょう。動画内で言っていたものをものとして撮らない、名前から離れるという意味が少し分かってくるはずです。もちろん真似で終わるのではなく、最終的には自分で撮るものを見つけてください。それが僕が言う視点ってことです。スナップの視点が身についてくると、今まで撮るものがないと思っていた場所でも撮れるものが見つかるようになります。ただし、名前から離れれば必ず面白い写真になるわけではありません。名前をなくしただけで本当に何もない写真になることもあります。これは壁ですという意味を取り除いた後に、それでもこの形なんか面白いなぁと思えるかどうか、そこからが写真なんですよね。ちなみに今回紹介した切り取りスタイルでは、中望遠 100mm 前後のレンズがあると便利です。僕はズームの端 105mm を使用しました。新しい視点でのスナップを楽しんでみてください。それではまた。